一癖あるけどこれは使える。こんにちは、トバログです。今回はですね、ロキッド AI スマートグラスについて紹介していこうと思います。これ今幕開けでなんと4億円近い出資を集めていて、めちゃくちゃ気になってたデバイスだったので、トバログも今回一足先にお借りしてレビューしていきます。で、実際ね、いろいろなシーンでちょっと試してみたんですが、これはめちゃくちゃ面白いぞ、こんな使い方ができるのかっていうね、新しい発見があるとともに、ここはこうだったらいいのになっていうところも結構あったりするので、その辺もねしっかりとお伝えしていこうと思います。正直実際使うまでは、あんまり期待してなかったんですが、使ってみると結構ちゃんとね面白く使えたので、ちょっとねこれは期待していってください。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで早速こちらがロキッド AI スマートグラスです。スマートグラスもね最近話題でいろいろな種類がたくさんの会社から出ているんですが、こちらはディスプレイがついていて、かつここにカメラとかスピーカーとかが備わっているタイプの結構全部入り的な感じのモデルですね。実際にね使っているイメージ映像をお見せするとこんな感じで、本当に目の前にねグリーンのモノクロなんですが画面が出て、情報をねいろいろと教えてくれる、何かを AI に尋ねたら答えを出してくれるみたいな、そういうことが本当に使い方次第でいろいろできるっていうのが、これは結構日常的に今後使うデバイスとして来るなっていうね、確信が持てるようなちょっとデバイスかなと思います。ちなみにこのロキッド AI スマートグラス、一体何ができるのっていうところだと、アプリのね画面を見ると分かりやすいんですが、こんな感じですね。メモを取ったり、あと翻訳したり、ナビゲーションをしたりと、いくつかの機能がプリセットでこんな感じで入っていて、スマートフォンと接続をしていろいろなツールを使うっていうイメージですね。個人的にはやっぱりね海外で取材とかもするので、リアルタイムにね、こんな感じでリアルにね翻訳したりとか、あと動画撮影用にカンペみたいなのを表示する機能もあるんですが、そういうのも例えばこうやって動画を撮ってる時に使えたらいいなとかで、あと一番めっちゃこれいいなと思ったのが、ここカメラをやっぱ搭載しているので、それでジェミニとかチャット GPT とかと連携して、逐一なんか自分が見てる視点とね一緒に重ね合わせていろいろ尋ねられるっていうのがかなり便利だったなと思います。現状プリセットで使えるアプリの数は少ないんですが、SDK って言って第三者がねアプリケーションを構築する際に、作りやすくするツールも展開されているので、今後誰かが作ったアプリも使えるようになるんじゃないかなと思っています。この手のデバイスはまだ黎明期間があるので、いろんな人が参入してたくさんのアプリとかが使えるようになってくると最高に面白そうですよね。一応本体をねちょっとチェックしていくんですが、こんな感じですね。ちょっとねデザイン的にはやや安っぽいというか、いわゆるスマートグラス的な感じなんですが、この光沢感のあるプラスチックの筐体で、ここにロキッドってデカデカと書いてあって、で正面はね、普通に黒縁のメガネみたいな感じなんですが、よくよく見るとここにカメラ、こんなに言われるほどね目立つ感じではないけど、よくよく見るとカメラついてるなみたいな、そういうのがわかる感じですね。ソニー製の1200万画素の結構ねいい感じのカメラを搭載してて、ちょっとね作例後でお見せするんですけど結構いいんですよ。で実際にね装着して見るんですが、こんな感じでカメラがついてる感じはあんま分かんないですよね。でも実際に写真を撮るってなると、こんな感じでちゃんと光って今撮影してますよっていうのがね分かるみたいな感じになっています。これはちょっと後でも話すんですが、やっぱ日本国内で日本人としてね使うってなると若干気になりポイントですよね。めちゃくちゃ便利なんだけどカメラちょっと悩ましいなっていうところがあるので、この辺もね後半にちょっと感想をお伝えします。
でかつここのディスプレイ面よく見てみると、こういう風にねちょっとした反射板みたいなのがこう備わってるの分かりますかね。ここにこの裏側から投射されるレーザーみたいなものをここに投影させて、それで目にね直接情報を送ってくれるっていう、そんな感じの構造です。はい、実際にかけてる時にどういう風に見えるかっていうのをお見せするんですが、今ねちょっと映ってるけど、この角度によって斜め上ぐらいから見ると若干こうキラーンみたいな、こんな感じでなんかね何か見てるなっていうのが分かります。ちなみに実際に見ている映像を見ると、よいしょ、こんな感じです。見えるかな。情報を表示するときはこんな風に、はい、目の前にこんな感じでね投影してくれるイメージですね。でこちらを見ると、ここにちょっとした突起があるんですが、タッチパネルが備わっていて、このタッチパネルをタップしたり、スワイプしたり、2本指でやってみたりとか、そういう風にねして操作するっていう感じです。他の AI スマートグラスだと指輪タイプのものとか、腕にね巻きつけるバンドタイプのコントローラーが付属していることもあるんですが、これに関してはもう本当にここでタッチするだけ。ちなみにメニューはこんな感じで表示されるんですが、操作性がねやっぱタッチパネルだからめちゃくちゃこれ誤動作が多いんですよね。これでねちょっとタップとスワイプの判別が難しくて、音楽が爆音で流れたりします。充電に関しては専用のこの端子を備えていて、このケーブルを忘れてしまうと充電ができないので、個人的にはUSB-C のポートをガシッてさせるようにしてほしかったなっていうのが正直なんですが、別途確かねケースが充電ケースとかがあったりするから、それのね充電を前提として考えた時にこういう端子の方が良かったのかなっていう。あと簡単なスペックはこんな感じですね。カメラ結構いいものを搭載してますよとか、重さだったり、気になるのは結構ねバッテリー持ちだったりしていて、そんなに持たないので割とね日常的に使うなら充電ケースは必須かなみたいなところ。あとは簡単な防水性能みたいなのとか、その辺がね、使えるよっていう感じですかね。で実際ねこのロキッド AI スマートグラスは1ヶ月ぐらい使ってみて、で特にねやっぱめっちゃ良かったのが台湾の出張中ですね。本当にいろいろなシーンでずっとこれをかけて、こういうので使えるかなと思って使ってたんですが、結構いいんですよ。なのでちょっと台湾に行って実際に使ってみた感想とかをこれからお見せしようと思います。せーのほっ。はい、というわけでやってきました台北1泊2日の今回旅なんですけども、どうしてもこのロキッド AI スマートグラスを海外で使ってみたくて、今回はちょっとね弾丸で来てみました。いや楽しみです。ここを長押しで確か動画が撮れるはず。はい、というわけで今はこのロキッド AI スマートグラスで撮影しながら歩いてます。めちゃくちゃ自然だと思うんだよねこの感じ。地味にこういう AI スマートグラスでカメラついて外をちゃんと撮るのって初めてだから、どんぐらい手ブレするのかとか、目線にちゃんとついてきてくれてるのか、視界はクリアなのかとかちょっと気になりますよね。ちょっと今回せっかくだから地下鉄で行きます。台北の路線図です。はい、ロキッド松山機場から中山駅まではどう行けばいい？この画面をキャプチャーしてください。現在この目的地へのルートを計画できません。移動手段を変更するか再度お試しください。これめっちゃいいのが長押しで、多分ここちょっと光ってるんですが、これでこのね Vlog を手ぶらで撮れるっていうのがやっぱめちゃくちゃ良くて、今DJ ポケット3をこうやって持ちながら撮ってるんですけど、これを持って撮ってるだけでやっぱちょっとYouTuber かなみたいな、そういう視線をすごい感じるんですが、これだとマジでもうかけてるだけで、ほぼメガネみたいな感じだから、手ぶらだし全然目立たないから、日常 Vlog みたいなのがめちゃくちゃ撮りやすい気がします。はい、今こんな感じで同じぐらいの視点から DJ ポケット3と並べて撮ってるんですけど、結構綺麗じゃないですか。意外とって言ったらあれだけど
多分スマホとか小さい画面で見る分にはそんなに変な感じはしないんじゃないかなと。走るとちょっと多分ブレの感じは多分やっぱカメラとしては感じるところかも。音も比較的綺麗に入ってる気がするし、こんな感じで、手ぶらでただツルの部分を長押しするだけでこれが撮れるっていうのは嬉しいかもな。ちなみに夜に撮影をするとこんな感じです。手ぶれとかどうなんだろうな。ちょっとやっぱシャッター速度的にはちょっと難しい気はするんですけど、はい、というわけで前にもやってきた松山運送園に来ました。ここはやっぱね、いいですね。この落ち着いた空間と建物の感じが。はい、ロケット。目の前にある説明文を翻訳して、コーヒー屋さんっぽいけどね。今はコーヒー屋さんです。ボイラー室なんだ。なるほどね。タバコをやっぱ蒸したりするのに必要だもんな。タバコって草だから。はい、ロキット。この植物はなんていう植物？ストレチアだって。これはなんていう花？紫根のボタンだって。はい、ロキット。台湾の有名な花は何？梅なんだ。梅が国家の花だって。なんだこれは。生態の池。いや、詳細に教えてくれるのいいな。カエルとかいいのかな。テキストがね、結構観光地とかだとあるんですけど、現地語と英語でしか書かれていないみたいなことはよくあったりするので、そういう時にスマホでもできるんだけど、スマホを出さずにね、パシャッと撮って、気軽に翻訳してちょっとしたガイドさんみたいな感じで使えるところが割と今回の旅でいいなと思ったところですかね。コーヒーがね飲みたいんですよね。ちょっと朝からずっと動いてたので。はいロキット。はいロキット。この辺でおしゃれなコーヒー屋さんってある？お M1 カフェディーン。はい、ロケット。M1 ディーンカフェに行きたい。東に進みます。なるほどね。あっち側に行けばいいわ。じゃあちょっとせっかくだからこれ行ってみようかな。こっちの方です。合ってる合ってる。でもやっぱね、ちょっとナビは難しいな。なんかこれ単体でっていうよりかは、やっぱスマートフォンで位置情報ある程度チェックして、その後あれこれとこれどっちだっけみたいなところで、なんかこれが助けになるというか、スライドすると大きいナビになる。2種類なんだよね、多分ナビが。はい、ロキット。台北の M1 ディーンカフェってどういうカフェ？あれこれ誤読してますけど。M1 カフェ。すごい分かってる。オーストラリア風カフェだって。いいじゃないですか。想像以上にガチ人気店でテーブルが開くのが2時半って言われました。やばい、2時間半も待たなきゃ。はい、お昼ご飯はこのお店でいただきます。楽しみだ。なんて書いてあるか全く読めませんね。
はい、ロケット。このメニューを日本語に翻訳して、おー、ブラックコーヒー、ラテ、ヘーゼルナッツ。うわ、でもブラックアメリカコーヒーですよ。あ、には你好。Can I get ice americano? はい。はい、ロキット。こっちのメニューは何？ホットサンドか。なるほどね。台湾はコーヒーのレベルが高い。はい、結構台湾に来てから画像をなんて書いてあるか読むことが多いので、こんな感じで目の前にあるものを撮影して要約しないで日本語に訳してっていうねプロンプトを組みました。そしたらこういうさメニューとかそういうのもバッと出してくれんじゃないかな。ちょっとやってみよう。おお、すごい超楽。いちいち喋んなくていいの。おお、めちゃくちゃいいぞこれ。レイアウトはあれだけど上から順にこの全て要約してくれてます。やば、これ超便利かも。ブラックコーヒー、特製コーヒーは何なんだろう、気になる。あ、これラテか。なんか見たことあると思ったらラテ、カプチーノ、バニララテ。はい、というわけで今回はちょっとカバンの中身取材をもうこれでやっていこうと思います。いや、これのために欲しかったっていう、この他の国の人の取材をするためにやっぱり使ってみたかったところなので、ここがちょっと本番ですね。このコンセプトのお話を最初にしてください。先谈谈这个概念什么意思？コンセプト？いつ持ち歩く持ち物？算是外出工作会带的东西。对，古着 vintage 的包包。然后我喜欢这个牌子。因为它只有在某个时期是美国制的。所以我很喜欢这个包包的外形跟它制造的年份，然后它的用料还有它的价钱是非常的合适。なんで今のグレゴリーじゃなくてこの当時のグレゴリーが好きですか？アメリカで作られたやつ。因为现在这个牌子的制造商我没有很喜欢，所以像一些 vintage 的玩家都会特定喜欢某些商品在某个年代的制造。今ちょっとバッテリーがなくなっちゃって、はい、大丈夫だと思います。はい、というわけで日本に帰ってきたんですけども、いやちょっと思ったより良かったですね。言ってもそんなまだ発展途上だし使えないでしょっていう風にはねちょっと車に構えてたんですが、思ったよりすごい使いやすくて、しかも写真とか動画も結構綺麗に撮れて、これはなんか実際現地で使ってみて良かったなっていう感じがします。ちょっといい点と気になる点についてまとめていくんですが、まずいい点1つ目はやっぱこれは賛否あるかもなんですが、カメラですね。やっぱりねカメラがついてることの一番のメリットはやっぱジェミニとかチャット GPT にねこれ何っていうその情報について音声で伝えなくても一発でこれは何々ですよっていうのを教えてくれるみたいなのが本当に良かったです。これは本当にロケット AI スマートグラスを選ぶ一番のポイントかなと思います。ただやっぱり国内で日常的に使うのは結構躊躇しますね。やっぱりカメラがついてる以上は、スマホとかにもねついてはいるんですけど、こういうのってまだまだ出始めなので、それでねちょっとなんか撮影してんじゃないのみたいに言われたら、言われたもん負けみたいなところはあるので、この辺はカメラ内蔵じゃなくて例えばねモジュールとしてこう取り外しができるといいな
とかは、日本人目線ではすごく思います。例えばなんだろうな、サングラスとか、老眼鏡みたいなところとかって日常的にずっとつけてるわけじゃないけど、その場においては結構必須アイテムだったりするじゃないですか。それのイメージにすごい近いなと思ってて、やっぱりカメラで撮影してディスプレイで一瞬で情報を摂取できるっていう点では、すごくねいいところなので、この辺は使用用途によりけりかなっていう感じですかね。でこれ結構良かったなと思う点2つ目はやっぱ翻訳系ですね。結構翻訳に関しては比較的精度高めかつ意外と他のスマートグラスとかと比べても結構早かったです。これは割と嬉しい。これは結構ね実際に使ってみて良いなと思ったポイントですね。翻訳に関してはいくつかパターンがあるんですが、まずやっぱね画像検索、写真を撮って認識しながらこれは何て書いてあるとかはそもそもエンジンとしてチャット GPT とかジェミニが選べるのでかなり精度が高いです。ちょっとね写真を撮ってとかそういう指示をしながらなので若干ワンテンポ遅れる感じはあるんですが、とにかく精度は高いなっていう気がしました。でもう一つリアルタイム翻訳っていうので相手が話した言葉をそのまま日本語にしてくれるとかそういう機能もあるんですが、意外と使えるなっていう印象でした。やっぱりね日常会話的なイメージで本格的な取材とかってなるとやっぱちょっとね誤読っていうんですかね、同音異義語みたいなので違う風にね、翻訳されてしまってあれってお互い意味が通じなかったりとか、今ちょっと電波とかなんか処理がおかしいみたいなところでなんかねちょっと翻訳が止まっちゃうみたいなことが多々あったりするから、インタビューで使うっていうのは結構難しいなっていう感じなんですが、単発のこういうね会話だったり、どういうことを話してるのかなっていうのをざっくりこの知りたいっていう時だったらすごく使えるなっていう感じですかね。一番いいユースケースとしてはある程度その相手が話している言語も理解はできるんだけど、もっとね深くちゃんと知りたいっていう時にこっちを出してくれている翻訳結果と照らし合わせながらね、理解していくみたいなそういう補助機能としてすごい使えるなっていう印象です。今回は中国語で試したんですが実は英語でも試していて、英語の方がかなり翻訳精度高いなっていう印象でしたね。あとは韓国語とかだと文法が同じらしいのでよりね高い精度で翻訳できるみたいで、その辺もおいおい使っていきたいなと思ってます。いいなと思うところそんな感じですかね。あとは地味にスピーカーが備わっているのでイヤホンつけなくても音楽が聴けるとか、一応ナビゲーション的な機能もあるので、正直そんな使わないんですけど、ある程度方向が分かっていればナビができるとかそういうところが結構いいところかなと思います。あとまだ試せてないんですけど SDK 的なものもね公開されていて、自分でアプリを構築するのであればクロードとかそういうのに聞きながら構築するっていうことも可能みたいなので、そういうね拡張性的なところがあるっていうところもやっぱいいポイントなのかなと思います。で続いてちょっと気になるポイントなんですが、やっぱ一つ目は操作性ですね。スライドさせようとしたのにタップになっちゃって、スマホで再生してた音楽が爆音でこの耳のスピーカーから流れるっていうことが本当に多々あったので、この辺はね操作性はもう少しなんか物理ボタンを搭載するとか改善してほしいなっていうところではあります。例えばこのメガネとこういうね操作できるデバイスと接続してこれでスクロールとかなんかプロンプトを割り当てといてこっちでね操作するとか、そういうことも可能になっていて、誤操作に関しては別途こういうコントローラーが、あった方がいいのかなっていう印象です。2つ目はやっぱりもう少しAI エージェント自分用にちょっとカスタマイズしたいというのがあります。現状はチャットでねジェミニとかチャット GPT に聞くことはできるんですけど、あれ自分のアカウントで入っているわけではなくて本当にロケットに付属しているものなので、ここはぜひ自分のアカウントのクロードだったりチャット GPT とかジェミニとかとね、スマートフォン経由で連携をして、例えばこの日こういう予定がありそうだから予定入れといてとか、これを Google Keep にメモしてノーションに入れといてとか、そういうのができるようになってくるとそういう方向性ではすごくいいデバイスの、ユースケースなんじゃないかなと思います。なんかもう手ぶらで、それがねできると一番いいですよね。やっぱりぜひその辺はロキットの開発者の皆さんお願いします。
であと気になる点3つ目はやっぱバッテリー持ちですかね。台湾にいる時も画面キャプチャーとか動画撮ったりしてたので、だいたい1日 3,4 回は充電してたかなと思います。モバイルバッテリーにこんな風につないで、リアルタイム翻訳とか使ってると1時間ちょいでやっぱりねバッテリーはなくなってしまうところなので、ただ意外とバッテリーの充電めちゃくちゃ早いです。鬼早くてもう10分ぐらいでほぼ充電完了しちゃうぐらいの感じなので、思ったよりは充電のねストレスはないです。ただみるみるうちに減っていくので、この辺はねバッテリーケースはこれから購入を考えている人は必須かなと思います。はい、というところでいろいろと感想を語ってみたんですが、ロキッド AI スマートグラス想像していたよりもすごくね馴染んでくれて結構いい感じです。今まだ幕開けでこんな感じで出資を募っていて、実際に購入するよりもちょっと安く購入できるので、ぜひこのタイミングでポチってみてもらえるといいかなと思います。はい、というわけで今回の動画終わりにしようと思います。これ以外にもガジェットのレビューだったりいろいろなことをね動画ではやっているので、ぜひチャンネル登録もお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。トバログでした。